ガンダムの花形といえばモビルスーツですが、戦場にはモビルスーツだけではなく、彼らの戦いを支える支援メカなども登場します。しかし、全てが優れた性能を持っているわけではなく、中には乗ったら間違いなく帰還できない動く棺桶と揶揄される機体も多数存在します。今回はそんなガンダムに登場する動く棺桶と呼ばれてしまう乗り物について見ていきたいと思います。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容及び動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ジム。まず、初代機動戦士ガンダムに登場したザクと並ぶ屈指のやられ役である RGM-79 ジムです。ガンダムの簡易量産機として開発された機体で、そのコストはガンダムの20分の1ともされており、性能よりも戦いは数にこだわった機体となっています。そのため、ジオンのモビルアーマーやサイコミ搭載機に手も足も出ず撃破されており、どうしてもやられ役というイメージが染みついてしまいました。こうした生産性に優れたモビルスーツをやたら増やす方針を快く思わない者もいるようで、サンダーボルトではイオから、ジムやボールみてえな棺桶を大量に揃えたってパイロットを無駄死にさせるだけと手痛い評価を受けています。それでも同時代のモビルスーツと比べればそれなりに性能は高く、ジオンのザクはもちろんリックドムにも引けを取っていません。ちなみにジムには先行量産型として開発された初期型ジムと呼ばれる機体も存在します。第 08MS 小隊の第1話でサンダース機として初めて登場した機体で、ザクマシンガンをかすめただけで損傷する程度の装甲なので、かなり性能は低めにされていると思われます。サンダースは所属部隊が自分以外死んでいったという経歴と、ジムで6機撃墜したという実績を持つため、もしサンダースの過去の所属部隊のモビルスーツが初期型ジムだった場合、動く棺桶だらけの部隊の中でただ一人6機撃墜しているエースパイロットということになるので、ジムはただのやられ機体ではなく、パイロットの力量によっては戦果を発揮できる機体と言えるでしょう。余談ですが、初代機動戦士ガンダムではアバオは空戦で一瞬だけジムの頭部がイデオンのように変化する、ただのやられメカではないパロディシーンが存在していたりします。続いてガンダム00からトランザム祭りでプトレマイオスを苦しめたガガです。本機はソレスタルビーイングとの決戦兵器として開発された疑似対応炉搭載の量産機です。しかし機体を見る限り全体的に構造が簡素で、足もなく腕部も武器を持つためのマニピュレーターというより、あくまで機体を自立するためのプロアームという印象を受けます。それもそのはず、本機はモビルスーツとの白兵戦ではなく、トランザムを使った超加速による体当たりと自爆を目的とした特攻機なのです。ちなみに本機に搭載されているのは疑似対応炉であるため、一度トランザムすると機体を使い捨てることは確定します。さらにガガに登場しているパイロットもギボンズが特攻させるために量産したイノベイドで、他のイノベイドと異なり感情は持ち合わせておらず、最初から自爆するためだけに作り出された生体パーツです。つまり敵にぶつけるために作られた棺桶と棺桶を操るために生み出されたクローンというガンダムシリーズでもトップレベルに人権を無視したとんでも兵器となっています。ただ作中ではその圧倒的物量と GN フィールドでも防ぎきれない理不尽さからソレスタルビーイングを苦しめており、戦術面で非常に有効な棺桶となっていました。絶対にパイロットに選出されたくない機体ではないでしょうか。モビルワーカー。続いて鉄血のオルフェンズに登場したモビルワーカーです。鉄血の世界ではモビルスーツの動力炉となるエイハブリアクターの製造はギャラルホルンが制限しているため、モビルスーツはなかなか手に入らない非常に貴重な兵器となっています。そのためモビルスーツ以外でエイハブウェーブの影響下で稼働できる数少ない兵器としてモビルワーカーは重宝されており、鉄火弾だけでなくギャラルホルンでも積極的に使用されていました。ただし数だけは揃えやすいものの、モビルスーツのナノラミネートアーマーを貫ける火力は持っていない上に、モビルスーツとの接近戦に対抗できるような耐久力もないため、基本的にモビルスーツの前では動く棺桶になってしまいます。実際作中でもモビルスーツに足毛にされたり人質にされたりと散々な目に遭っていました。特にファーストシーズンでは鉄火弾に
まともなモビルスーツがなかった都合上、モビルワーカーが前線に投入される機会が多かったため、多くの団員がモビルワーカーの中で命を落としています。ちなみに、作中では、ダンジ・エイレイがモビルワーカーで戦うも撃破された際、残骸からは遺骨も残らず消失してしまい、唯一回収できた遺品が荒屋敷のピアスだったことから、戦闘によっては骨までなくなってしまうことがわかります。ただ、セカンドシーズンからは、モビルスーツが各勢力に普及したおかげで、護衛任務や単なる移動手段として運用されるケースが増えています。脱出ポッド。続いて、ガンダムシリーズにて、パイロットの生存率を上げるために搭載された脱出ポッドです。最も代表的な脱出装置といえば、コアファイターでしょう。生還能力の高さに関しては、アパオア空戦のアムロを見れば一目瞭然です。しかし、これはあまりにもコスト高なので、グリプス戦役以降のモビルスーツでは、コックピットブロックをそのまま射出するイジェクションポッドが主流となりました。ただ、このポッドは、射出された後、自分でポッドをコントロールできず、攻撃能力も有していないため、敵に対して完全に無防備になってしまう文字通りの棺桶となっています。とはいえ、そもそもが生存のために存在するものなので、夜間は爆発する半ブラビから脱出ポッドで逃れ、運よく敵に見つからず、戦場から離れて生還。続編のガンダムダブルゼータでは平然と登場していました。ただ、ニューガンダムに対するサザビーのように、戦った相手が絶対に逃さないという執念を抱いていた場合、取り持ちを使って露獲された上に、アクシズにポッドごとめり込まされる危険性もあります。そのため、射出されたら、最後、生死を周りの環境に委ねるしかないガチャ要素のある棺桶と言えるでしょう。そうした不確定要素から、ビクトリーガンダムのような後年の可変機は、ポッドではなく、機種の一部を脱出装置として使うケースも見られます。ちなみに、一年戦争時のザクに搭載されていた脱出装置は、むき出しのシートがそのまま射出されるという設計でした。現実の戦闘機のようなものと考えれば、シートを射出するという構造は普通なのかもしれませんが、戦火の中、敵に捕まるリスクを考えると、ガンダムのコアファイターのような仕組みは非常に優れていると考えられるのではないでしょうか。とりあえず、続いて、連邦軍が宇宙戦艦とともに運用するため、とりあえず開発した戦闘機とりあえずです。小説ザ・ブルーデスティニーでは、ルーム戦役においてユウカジマが登場していた機体とされています。宇宙世紀に入ってから、連邦軍は宇宙空間の軍備拡張のために宇宙戦艦と運用できる戦闘機の開発を行いました。本機は中でも防空小型戦闘機として開発され、ルナ2や各サイドに配備されたのですが、その性能は決して高くなかったようです。まず武装に関しては、機種に設けられた 25mm 機関砲2門のみで、当然モビルスーツ相手に有効打になるような兵装ではありません。しかも本機はミノフスキー粒子散布下での戦闘に対応していないため、ミノフスキー粒子散布下での戦闘を想定したモビルスーツに対抗する手段は一つもなく、もはや撃墜されるために存在するような機体となっています。この低性能ぶりはゲームにも反映されており、ギレンの野望シリーズではとりあえず配備されているものの、瞬く間に撃墜されパイロットを負傷させるまさしく棺桶のような機体です。ただ、超低コストで生産しやすいので、連戦で敵を疲弊させるために、この棺桶にパイロットを押し込んだプレイヤーも多いのではないでしょうか。メビウス。続いて、ガンダムシードから連合の主力モビルアーマーであるメビウスです。機動性に関しては非常に優れており、2機のメインスラスターユニットによる直線速度が、モビルスーツの追随すら許さないとされています。また、メイン兵装であるリニアガンは、理論上は、戦艦の重装甲も撃ち抜けるとされる代物です。スペックを見る限り、とても棺桶とは思えない使い勝手のいい兵器ですが、作中では、モビルスーツに手も足も出ないやられ役となっており、ザフトの陣に上に乗られてゼロ距離で撃たれたり、後ろを取られて撃墜されたりと、その機動性を全く活かせませんでした。しかも、自慢のリニアガンは、陣に直撃させても吹き飛ばすかひるませる程度の威力しかなく、通用しているようなイメージはありません。しかし、本機には、他の棺桶にはない強みがあります。それは核弾頭ミサイルを搭載できるという点です。特に、第一次連合プラント対戦終盤では、連合のモビルスーツ配備が進んだ上に、
ニュートロンジャマーキャンセラーで核弾頭が使用できるようになったため、機動力を生かした核による一撃離脱戦法が可能となりました。これにより、ボアズでの戦いでは、大量のメビウスが核弾頭を搭載して出撃。圧倒的な物量の核でボアズを壊滅させるという、この世の終わりのような戦い方を披露していました。ただ、核を詰めるだけで、本体の戦闘力は一切向上していないため、核を放った後は、丸腰の棺桶になってしまうため、乗っているパイロットとしてはリスクしかないのではないでしょうか。パブリク突撃艇。続いて、地球連邦軍が誇る4大棺桶の一機、パブリック突撃艇です。本機は、対艦船、対要塞攻略戦を目的として製造された機体で、強力なロケットエンジンを使用して突撃し、目標にミサイルを発射して離脱する一撃離脱戦法を得意としています。一年戦争では、主にビーム核弾幕を散布する特殊ミサイルを発射するために、最前線に突入させられていました。言い換えると、本機はビーム核弾幕が張られていない、ビームが飛び交う戦場に真っ先に飛び込むことが仕事の機体なのです。そのため、減衰されていない対空砲や敵機の猛攻撃を食らい、ほとんどの機体がミサイル発射前に撃墜されてしまいます。しかも、運よくミサイルを発射できても、帰還する前に撃墜されるケースが多く、ほぼほぼ特攻兵器と言って差し支えないでしょう。本来こういった仕事は無人兵器に任せるべきなのでしょうが、電波を撹乱するミノフスキー粒子が散布されているがゆえに、有人機に頼らざるを得ない宇宙世紀ならではの闇となっています。そんなパブリックの未帰還率は、驚異の9割超えとも言われています。それでも、本機がソロモン攻略戦でビーム核弾幕を張ってくれたおかげで、連邦は戦いを有利に進められました。しかし、アバオア空戦では、ソロモンでビーム核弾幕の厄介さを学んだギレンの指示で、パブリックへ集中してミサイルによる迎撃が行われたため、まともに仕事ができず、110隻のパブリックがほぼ全滅したようです。ティエレン。続いて、ガンダム00からティエレンです。本機が棺桶たる最大のゆえんは、その狭すぎるコックピット。内部には一切モニターがなく、パイロットは専用のヘッドマウントディスプレイ付きスーツを着用しなければなりません。さらに、座る空間もないため、操縦は直立で行う上に、内部は完全機密式で、内気との循環はないなど、生きた人間を乗せるとは思えないコックピットレイアウトとなっています。そのため、小説版では、多陣営から生きた棺桶と呼ばれており、ガンダム00でメカニックデザインを担当した寺岡健二氏も、ティエレンのコックピットを棺桶と表現していました。このように公式も認める動く棺桶な本機ですが、そもそも本機のコックピットが狭いのは、全面走行を厚くすることで、正面から攻撃を食らっても、パイロットの命を守るための工夫とも説明されていました。つまり、この棺桶のようなコックピットには、多少居心地を悪くしても人命を優先する設計思想が反映されているのです。とはいえ、ガンダムの高すぎる攻撃力の前ではほぼ意味をなさず、ただ分厚くて居心地が悪いだけの棺桶と化していました。しかし、その清々しいまでの棺桶ぶりはファンからも好評で、本機を進んで動く棺桶と呼ぶ方もいる不思議な機体となっています。オッゴ。続いて、MS イグルー目視録0079に登場するジオンが誇る動く棺桶ことオッゴです。本機はモビルスーツの数不足やボールの飽和攻撃に悩まされていたジオンが決戦兵器として緊急開発しました。本機には宇宙へ撤退したことで不要になった陸戦用のザク 2J 型のパーツと武器がリサイクルされており、ドラムフレームを中心にマニピュレーターや武装が取り付けられています。そのため攻撃力に関しては一応ザクと同程度と言えるでしょう。さらに本機はジェネレーターを積んでいる上にフレーム内部の大半を燃料タンクが占めているため稼働時間も長く、運用面に関しては一応連邦のゴールを上回っています。ただ本機に登場したのが150時間しか訓練を受けていない15から18歳の学徒兵だったため、ボール以上の性能を十分に発揮できていたとは言い難く、さらにドラム缶に武器を無理やり取り付けたような見た目から連邦の兵士からジオンのゴミ箱ドラム缶の化け物と散々な言われを受けていました。それでも作中では1個小隊でボール6機の撃破にも成功しており、オリバー・マイ技術中尉は
想像を上回ると評価を改めていました。しかし、モビルスーツと戦えるような性能はないため、あくまで、ボールよりちょっとマシな棺桶程度の機体でしかありません。ボール。続いてガンダムシリーズを代表する、連邦軍が誇る元祖棺桶、ボールです。もともとは、宇宙作業用機として運用されていた機体ですが、宇宙における戦力が事務のみでは不十分と判断した連邦首脳陣によって、事務の支援機として、半ば、数合わせ的に生産されました。ただ、その見た目通り、ほぼ一人用のポッドに、2本のマニピュレーターと大型キャノン砲を装備しただけの機体で、モビルスーツと戦えるだけの性能はありません。装甲も、コックピット周りをトラスフレーム構造で覆って、なんとか戦闘レベルまで強化しただけで、その耐久性は、まさしく棺桶といったレベルです。兵士からの評判も悪く、小説版08小隊では、丸い棺桶、コフィンボール、一つ目の的、ワンアイズターゲットなど、散々な陰口を叩かれていました。ただ、開発コストは事務の4分の1以下と、生産性だけは非常に優れているため、ソロモン線からアバオア空港略に至るまで、1200機も参戦したとされています。また、熱核融合炉を搭載していない分、帰還後の機体冷却を必要としないため、モビルスーツ用の設備がない輸送艦などでも運用できるというメリットもあったようです。ただ、さすがに、連邦もこれを運用し続ける勇気はなかったのか、終戦後は、本来の用途である作業用ポッドとして運用されており、一部機体は、武装を廃止して民間にも売却されています。ちなみに、第 08MS 小隊第1話では、シローがワイヤーを巻きつけて、ザクの拘束に成功していますが、力技で抜けられているため、モビルスーツにまともに張り合う能力はありません。漫画、バカがボールでやってくる。では、ボールにガンダム顔を取り付けた B ガンダムが登場し、はったりで威圧して、リックドム6機を撃墜する戦果を挙げましたが、ある意味一番正しい運用方法だったのではないでしょうか。ということで以上、ガンダムシリーズが誇る動く棺桶10選でした。余談ですが、兵士から棺桶と呼ばれるような兵器は、ガンダムに限らず、他作品でもたびたび登場しており、いただいたコメントでは、86から M1A4 ジャガーノート、装甲騎兵ボトムズからスコープドッグも棺桶という意見がありました。ジャガーノートに関しては登場者が人間扱いされていないため、有人登場式無人機という矛盾すぎる扱いを受けていたり、スコープドッグはその生存率の低さから、パイロットはそれしかできない最低野郎どもという意味を込めてボトムズと呼ばれたりと、登場者は散々な扱いを受けています。それに比べると、今回の機体の大半はまだ生存率を考えてくれていたり、人間扱いしてくれているだけマシなのかもしれません。ぜひ皆様が印象に残っている動く棺桶と呼べる機体もコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。